今回もババッとバブご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回はソウルにやってきました。イエイ、アニョハセヨ、カムサハムニダですよ。ネットフリックスで散々韓流ドラマ見てますんで、ちょっともう韓国行きたい欲が爆発しまして、今回市場がありますんで、そちらの方にちょっと行って皆さんにこんなグルメありますよっていう今回は紹介をしようかなと思います。こちらで撮って紹介したいと思いますんで、ちょっと旅行感覚で参考にしていただけたらと思います。では行きましょう。おもにー。さあ、こちらはですね、カンジャンシジャンに行く途中の川ですね。癒しスポットです。これぜひね、カップルとかで来た場合はちょっとここでカンジャンシジャンで買い物して、この石の階段のところでご飯食べるなんていうのもおすすめです。超ベタスポットですね、これはね。みんなが知っているような場所だと思いますが、一応ですね、こういう場所も紹介していきたいと思います。こんな感じです。あっちはね、かなり緑がすごいです。韓国は何回か来たことあるんですか？韓国は、一番最初に来た時はですね、ポケットモンスターの声優のお仕事で来まして、その時のセリフがシップソンジャンニムっていうね、シップ船長っていう言葉ですね。それを言った記憶があります。でその時に初めて韓国来て韓国料理食べてめっちゃうまいってなって、そこから毎年のように来てましたね。さあ、カンジャンシジャンにやってきました。混んでますね。いいですね、このね屋台飯。鉢巻きのお母さんも渋いね。これもう最高ですね。これ漬物だらけ、天国ですわ。漬物天国。ただちょっと今日のねグルメは、ちょっとこういうベタなものもいいですけども、ちょっとレアなものを紹介したいなと。何これ、なんか引いてる。これ何ですか？緑豆のチヂミ。豆ね、緑豆豆。結構ね、油断して食べるとこれめちゃくちゃボリュームあるんで。膨らむんですね。チヂミというよりはお好み焼きみたいな感じのやつです。ここは海産物ですね。明太子とかある。カニだ、カニ。こんにちは。YouTube のちょっと撮影いいですよ、どうぞ。こんにちは。はい。ありがとうございます。いいですか？これ？ナクチ、タコですね。水ダコ。これだ。これですね。手長ダコ。いただきます。おいしい。マシッソよ。ちんちゃんマシッソよ。いいんですか？ヤクルトももらいました。いいお店です。ここはなんていうお店ですか？ホンリム。なるほど。ありがとうございます。ハンサムって言っていただきます。じゃあこれもヤクルトもいただきましたね。マシッソよ。ありがとうございます。ありがとうございました。カムサハムニダ。水餃子みたいなのがすごい山盛りに。いいね、このつぼ漬けの
キムチ最高。あー、韓国おでんだ。お、スンデ。これはスンデですね。スンデ、腸の中にお米と豚の血とハーブ類が入ってて、スンデ美味しいですよ。スンデないですね。まあ韓国料理屋さんに行ってありますけど、この状態で見るのはなかなか珍しいですね。はい。あー、いいね。もうなんか見てるだけで満足感あるわ。お、これなんだ。ビール、チェジュビール。チェジュビールですか。有名なんですか。フェイマス。行っちゃいますか。いや、まだちょっとビールは早いかも。あ、ここはもうこれがネットフリックスのとこ。あ、本当だ。ネットフリックスで見たとこだ。めっちゃ混んでる。すごいね、やっぱネットフリックスはね。ババご飯もいつかネットフリックスにねなるわけないか。じゃあちょっとね、秘密のお店に行きましょう。で、お店のあんまり詳細は映せないので、なんとなくこの行き道を皆さん見てもらってぜひ行ってみましょう。じゃあこのね、レンガの建物が見えたら左です。さっきの入り口から入って中央通りを左で、このレンガの建物が見えたらまたさらに左です。はい、ここでなんと布街に来ます。で、このオレンジの看板が見えたら、これが分かりやすいか、ここね、この標識、これを右です。そしてここですね。さあ、こちらがですね、僕のおすすめグルメですね。ヌードキンパと言いまして、キンパって普通海苔で巻かれてるんですけど、海苔が中に入っているというですねタイプでして、このセットはチャプチェとキンパを一緒に食べるっていうのがおすすめです。中の具材はカニカマとか多分揚げとか。いただきましょう。うまい。で、このちょっと口に残ってる時にチャプチェね。で、おでんの汁。来たね、韓国。うまっ。中にたくあんとかカニカマとかチーズ入ってて、でこのツナもしっとりしてるし、青唐が効いていいですね。このチャプチェのね、なんか独特な香りしますね。これハーブみたいな香りします。醤油と砂糖だけらしいです。麺自体の香りでしょうね、多分。春雨とも違うこの麺の香りが独特。美味しいわ。日本ではい、こういうの作ろうと思っても作れるんですか。これ作りましょう。再現しましょいけそうですか。う。ババご飯で。はい、簡単です。逆に巻くだけなんで。ではですね、今回はちょっとこちらの穴場のヌードキンパを紹介しましたが、第2弾はですね、僕がお店を始めるきっかけになった食べに行きたいと思います。宮古島でお店を始めたというきっかけにもなった番組に出ていたグルメ、こちらを紹介したいと思いますんで、そちらもぜひご覧ください。以上、ババッとババご飯ソウル編でした。よかったらチャンネル登録と高評価の方お願いします。